今回は以前購入したこの 3D プリンター Ender 3 V3 KE を使ってたんですけども、使っていくうちにちょっとあるものが欲しいなと急激に思い始めて、購入したので、今回はじゃじゃん、こちらリアリティさんの、ネブラカメラ 3D プリンターのプリント状況を確認するためのカメラを購入したので、開封&レビューしていこうと思います。監視カメラのようなものを 3D プリンターに必要かと思ったのが、実際にこの 3D プリンターを使い始めて思ったのが、ミスをした時にパスタみたいになってうまく印刷できなかったり、ビルドプレートから外れて印刷ができないなんていうことが結構多くあるように感じたので、その度に、途中で止める必要があるっていうのももちろんなんですけど、最初の1層目2層目ぐらいがうまくできてるかどうかを、随時確認しなきゃいけないっていう作業が結構苦痛なんですよね。なので、これをつけることによってパソコンの前にいたまま監視ができるということなので、これを使ってみようかなと思います。じゃあ早速、こちら購入したので開けてみようと思います。ちなみに価格は Amazon で4893円くらい、多少値段変わると思うんですけども、5000円以下で購入することができました。リンクの方は概要欄に貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。ちなみに箱はちょっとへこんだ状態で届きました。これちょっと残念ですね。まあ中身が無事ならいいんで開けていきましょう。はい、オープン。中はこれなんだ、よいしょ、ケーブルつながってるんだ。中は、カメラ本体とケーブルがくっついてるみたいですね。あとは簡単な説明書が入ってるみたい。あれ、これだけです。ちなみに僕が購入したところは中国語しかないみたいです。というか使い方が特に書いてないみたいですね。挿すだけでいいのかな。こちらがちょっとじゃあ開けてみましょう。こんな風になってます。でこちらは三脚かな。三脚が入ってますね。ミニ三脚が入ってました。こっちはもう中身ないですね。入ってたのは、カメラ本体と、三脚、それと特に説明らしい説明のない説明書が入ってました。わかるかな。これ正面にフィルムが貼ってあるので、これ剥がしちゃいます。ここもわかりますかね。ここもフィルムが貼ってあるので、これも特に必要ないので剥がしちゃいましょう。はい。こんだけしか本当にないです。これ刺すだけでいいのかな。一応ここにペカナが下にあるので、ここに対してこのミニ三脚をねじ込んでおきましょう。結構硬い。わかりますかね。ちょっと結構硬くて、ここまでしか入ってないですね。ここまでしか入んないみたいです。はい。ちなみにこういうミニ三脚と多分同じなんですよね。径が同じかな。同じだ。持ってる人はこういうミニ三脚につけてもいいかもしれないですね。こっちの方が安定感はあるので、これをちょっと使ってやってみようと思います。じゃあこのネブラカメラを実際に今使っている Ender 3の方につけてみようと思います。説明書ないんでわかんないんですけど、多分ここに挿すだけだと思うので、挿してみようと思います。こっちだ。これだけで終わりかもしれないですね。ちょっと動作を確認してみようと思います。はい、カメラをつけて電源を入れてみたんですけど、特に見た目に何か変わってるっていうことはないみたいです。ちょっと設定で今どうなってるか見てみましょう。カメラの項目が一番一番右側にカメラの項目があるので、カメラを押してみます。カメラ動画一覧、なんもない。カメラ線、タイムラプスが撮れるみたいですね。撮影位置がレイヤーごとの開始位置、プリントヘッドが離れるとの2種類が選べるみたいです。 AI 検出、欠陥検出。 AI は印刷中に印刷の異常を検出するために使用できます。この欠陥検出オンにしておきましょう。設定を見た限りでは
どういうふうに使うかとかはちょっと書いてないので、パソコンの方で、クリアリティプリントですねの方で実際に印刷をしてみて、カメラが起動しているかどうかを確認してみようと思います。今、クリアリティプリントを使って印刷を実際に始めてみました。この時点では、ネブラカメラ、認識しているかどうかっていうのはわからないんですけど、実際このディティールを見てみると、はい、このようにカメラがちゃんと認識されているのが分かりますね。いいですね、簡単です。横のデバイスに挿すだけで認識してくれてるのでかなり簡単ですね。ちょっと今温めを始めたところなので実際まだ動いてるかどうかはここでは見えないんですけど、タイムラプスとかあとはそのミスが起こった時にどういう挙動をするのかっていうのはちょっと気になりますね。スパゲッティ状態になったら勝手に止まってくれるとは思うんですけど、この状態でも検出できるかどうかっていうのはチェックみたいなのがないので、ここのカメラの画角でいいのかどうかっていうのはちょっとわからないです。ただ止まってくれることをちょっと祈るしかないかなと思います。あ、動いた。あ、今これ電気をつけてる状態なんですけど、暗い状態でも映るかどうかっていうのをちょっとやってみましょうか。あ、すごい。今電気を消してきたんですけども、すごいなんか暗視カメラモードみたいなものに自動的に切り替わったみたいですね。画質はかなり落ちてしまうみたいなんですけど、それでも真っ暗な部屋でもこういう状況で見れるので、例えば倉庫に置いてるとか、押し入れに置いてるような人なんかは電気をつけなくても、自動で検出してくれそうですね。実際このまま、ミスが起こるかどうかわからないんですけど、うまく印刷できるかどうかここで確認してみましょう。できてるこれ。あ、できてる。あ、見えるかな、見えないかな。結構、画面で見る分にははっきり今どういう印刷できてるかっていうの見えるので、これかなりいいですね。かなりいい。あ、見えるかな、これ画面見えるかな、ここ。あ、見える。これいいですね。これ5000円でこのカメラ手に入るんだったら、これ 3D プリンターやる人つけた方がいいですね、絶対。特にエンダー 3V を買ってそのまま使ってる人で、普段どんな風になってるかとか目を離す時間が多い人はこれ絶対つけた方がいいですね。特に普段パソコンで作業とか仕事してる人に関しては、これあるだけで今どういう状況で動いてるかっていうのははっきりわかるので、これは持ってた方がいいと思います。これ買いですね。はい、無事に印刷自体は終わったみたいです。ちょっと逆に失敗してちゃんと止まるかどうか見たかったんですけど、うまくいっちゃったので、ちょっと他のやつで何回かやってみて、失敗した時ちゃんと止まるのかっていうのを確認してみようと思いますので、この後もう2、3回ぐらいやってみて、ちょっと失敗しやすいやつを印刷してみて、ちゃんとエラーで止まるのかどうかっていうのを確認したいと思います。はい、秘宝です。今ちょっとつけっぱなしにして他の造形物を作ってたんですけれども、これちょっと見てください。完全に失敗してますよね、この上の部分なんですけど、このプリントがエラーを起こして止まるとか、カメラが警告を出して止めてくれるっていうのは今のところないです。ちょっとカメラの画角的に上の方になっちゃったので、そのせいでエラーが検知できてないのかなと今思った。ただ、今これまだ動かしてますけど、これがこの画面、パソコンの画面上で今見てます。このパソコンの画面上でサブモニターとかモニターの片隅に映しておいて状況が見れるっていう点ではものすごくやっぱりメリットがあると思うので、個人的にはマジで買ってよかったと思ってます。
できればこれを検出して止めてくれるとありがたいんですけど、スマホのアプリからでも止めたりすることができるので、スマホのアプリでも見れるのかな。クリアリティプリント見れるわ。これ見れますかね。これスマホのアプリから見てるんですけど、スマホのクリアリティアプリからこのように同じ映像が見れるので、これめちゃくちゃいいですね。これめちゃくちゃいいです。この状態でここでストップかけることができるので、これで使う分には、検知して止めてほしいんですけど、このアプリ上とパソコン上から両方で確認できるので、そういう意味ではやっぱりすごい便利だなと思います。なので、今回のテストでは自動的に検出して止めてくれるっていうのはなかったんですけれども、かなり個人的にはかなりいいなと思います。この状態でもうストップかけてやり直しとかパラメータの再設定ができるので、もし同じように離れた場所でこの 3D プリントの状態を確認したいという人は5000円でこのカメラが追加できるので、ぜひ検討した方がいいのかなと思います。あの後いくつかこういった 3D プリントを試してたんですけども、思いのほかですね、この Ender 3 V3KE の性能が高くてほとんど失敗しないまま終わってしまいました。で、実際このカメラでその失敗を、パスタ状になった時です。3D プリントがパスタ状になった時に検出して自動で止めてくれることを期待してたんですけど、今の段階ではそういうのはちょっとなかったですね、僕の環境では。ですが実際にこれダメそうだなと思ったら、このカメラを介してパソコンやスマホから直接操作をしてこの 3D プリントを止めることができるっていう機能がこのカメラにはついているので、あくまで手動になってしまうんですけども、でもその機能が5000円でつけられるっていうのはかなりメリットが大きいのかなと思いました。個人的にはこれめちゃくちゃいいなと思いますので、こまめに印刷状況を確認しちゃうとか、外出先からも確認したいっていう人はですね、このネブラカメラ USB1 本でもう挿すだけで使えるようになるので手軽ですし、難しい操作も必要ないので、気になっている方は是非これ買った方がいいかなと思います。もうかなりおすすめができるカメラだなと思いますので、よかったらチェックしてみてください。概要欄にですね、このネブラカメラのリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それじゃあまたね。